というわけでその週に見たアニメをピックアップして語る企画を始めます。突然ですね。一本一本動画を投稿するのも大変なので、こういう企画もありかなと思って試験的に始めます。範囲は日曜日から土曜日までの7日間に視聴したアニメとなります。投稿主のスケジュールに沿ったものとなるので、最速感想とはならず、貯めていたものには連続、あるいは懐かしいアニメの話になる可能性もあるのであしからず、また見た作品すべてについて語るわけでもない点にもご了承いただければ、と。そのゆるさも含めてお楽しみください。最初に語るのはこれ、鬼人幻冬賞。原作の時点で結構メディアに取り上げられていた感があり、知名度の高い作品という印象でしたが、放送後、あまり話題になっているようには見えませんで。私としては結構面白いなぁとは思ったんだけどね。初回は1時間スペシャルだったけど、1話中盤までは割と平和に日常が紡がれていた。けれど、主人公と相思相愛のヒロインのミコが寝取られ決定してから全てが音を立てて崩れていくようはゾクゾクする。兄を裏切ったヒロインを許せず、鬼に落ちた妹はヒロインを惨殺。その世を見て怒り狂った主人公は、同化して得た鬼の力で妹を殺しかけるも、別の鬼が割って入り、仕留め損ねる。妹はいずれ鬼の王へ至る貴重な存在だから。結局は持ち越され、自ら鬼となった主人公はいくつもの時代を経て、妹と戦い続けていく。そういうお話になっていくっぽいですって。これ鬼滅の刃っぽくないという人もいて、私も最初はそう思えたんだけど、原作の初出は鬼滅より先だから、意識してるということはまずない。鬼滅というよりも、デビルマンじゃないと私は思ったよ。ヒロインの首が、で衝撃展開もそうですし、鬼を悪魔へ、妹との戦いを決意するというのを親友へと変えれば、確かにデビルマンっぽいですね。でも私が面白そうだと思うのは、何かの作品に似てるからというわけではなくて、鬼の力を経て、長命となった主人公たちが移り変わっていく時代の中で戦い続けていく。という舞台設定も掛け合わせて、オリジナリティを出してるところに注目してるんだよね。そこに期待してるし、逆にうまくそれを見せられなかったら期待外れになっちゃうかなと。新アニメとはいえ、過激な表現が前面に押し出されているのも特徴的ですね。好きな人は好きだと思うけど、受け付けない人もいるかもだね。特に凄まじい妹の情念、本当は兄と結ばれたいけど、それはヒロインに譲った。なのに他の男に体を許したことで、一気にタガが外れ殺害へとかき立てられる。めちゃくちゃ生々しくて、見てて面白いんだけど、苦手な人もいそうだなって。これから見る人は要注意です。テレビ朝日系全国ネットで毎週水曜夜11時45分からの放送、と、枠からしてかなり期待されている感があるや、フォルマ。キービジュアルや PV を見た段階では面白そう、と思ったのだけど、1話はかなり問題児だったね。脳にデバイスを埋め込んでいたり、人型ロボットが普及していたりと広角機動隊に近い世界観でしたね。犯罪捜査のため亡くなった被害者の脳端末にアクセスして情報を得るのは秘密特区、シークレットにも似てる。しかし、先の鬼人幻冬賞と同じでその似てるっていうのは問題じゃない。それらの作品が概念を広く知らしめた面はあるにせよ、今の現代人からすると、技術描写としてそこまで違和感を感じない気もしますしね。この1話が問題だと思うのは、説明をかなり飛ばして、謎解きが始まってるからなんだよね。一応オープニングの冒頭で人型ロボットアミクスやロボット三原則っぽい設定が、テロップで説明されてましたし、劇中のセリフから作感の大体の役割も読み取れると思います。わからないことはないと思うんだけど、置いてけぼり感がすごいんだよね。後付けで説明されるんだろうけど、人間関係で何かしらのドラマがあったことを思わせる冒頭だったし、また鬼人幻冬賞を引き合いに出すんだけど、同じように7時間スペシャルした方が良かったんじゃないかな。2話分で事件が解決するかはともかくとして、この時間帯で1時間スペシャルだったら、もっと話題になっていた気はしますね。鬼人幻冬賞、推しの子、アメクタ顔の推理カルテ、と、初見にとってキリのいい位置は、また次回を見たいと思わせるギリギリまで見せてくれる作品が最近多いからさ。この湯は、フォルマが内包してるサイバーパンクな世界観も面白いと思うんだよ。スタイリッシュな絵でもそれを表現できてると思うし、きついかもしれないけど、2話分使って、つかみに注力してくれればもっと良かったんじゃないかなって思っちゃう。次回も見るんですか？余力があれば、
っていうしかないね。続いては、ボールパークで捕まえて、ビールの売り子さんをはじめとしたプロ野球の球場を舞台としたコメディ作品です。気楽に見られる作品って本当大事だな、と思わされました。前の2本を見るとそう思っちゃうのも無理はないですね。私自身、あまり野球に興味がないのもあり野球観戦って数えれる程度にしか行ったことがないのよ。だから、あまり知らない、身近にない分野の話として興味深く見ることができたね。1話ではビールの売り子さんと社畜労働に疲れたお客さん、そして警備員の人たちのドラマが描かれてましたね。特に売り子のルリ子さんを演じるファイルーズアイさんの演技が本当に可愛かった。キャピキャピしたギャルだけど、中身は超純情で、主人公に褒められると裏側で赤くなってしまうのが本当。あらすじ見た時は、この内容で30分、15分アニメ枠じゃないのと思っちゃったけど、後半ではベテラン、若手の警備員さんたちの人情ドラマになってて、こっちも面白かった。お話の幅広さは、今後も注目ですね。お次は、この恋で鼻血を止めて。最近勢いを増している中国アニメです。原作は中国の漫画作品らしいですね。今回日本で放送されるのは、去年中国で配信された作品の日本語吹き替えバージョンってことらしいけど、なんというかテンポが独特だね。苦笑するしかない。宇宙ヒーローだの、怪獣だの、アンドロイドだのが普通にいる世界観を、さらりと説明するだけですし、主人公の OL が宇宙生物に寄生されて、退屈を感じたら死ぬ身体になるので、宇宙ヒーローと同居することになる。展開がとにかく爆速で、慣れ親しんだテンポと違ってて、ついていくのがやっとなんだけど、その無茶苦茶で強引な展開がもしかしたら癖になるかもしれないし、何より主人公の吹き替えをしてる韓めぐみさんの演技がマジでいいんだよ。日常に諦めを感じてさえない OL という共感しやすいキャラをしてますよね。もしかしたら序盤できるかもしれないけど、一応視聴継続します。ロックはレディのたしなみでして。これも放送前から話題になっていた作品ですね。しかも TBS 系列の23時台という今めちゃくちゃ力を入れてる枠での放送なんだよね。呪術の2期とかブレイバーンとか青の箱とか。この作品もやっぱり絵の見せ方が良かったと思う。私はあんまり CG とかのルックの見せ方を語れないんだけど、1話のセッションは激しいカメラワークで、たとえ一瞬であっても音楽をガチでやってみせる、命をかけてやってみせるみたいな、ロックな気迫が伝わってきて、すごい良かったなって。舞台はお嬢様学校で、主人公は最高のお嬢様であるのをブルメイデンの称号を得ないといけないんですけど、モノローグだったり、セッションの際の挑発だったりで、汚い言葉が飛び交うギャップも面白いですね。あと主人公のツインテールがクソデカなのも面白すぎた。あまりにも幅取りすぎて、隣の席に誰も座れんやんって笑っちゃった。謎解きはディナーの後で。これは結構前にドラマ化されていた作品ですね。私もしっかりは見てなかったんだけど、その時のイメージもあって。で、1話を見てみるとかなりドラマを意識してる感じがある。特に声優さんの演技が。ベテランの花澤香菜さん、宮野真守さん、梶由紀さんら、それぞれの安定した演技力に支えられてる感じがしました。かなり大げさ寄りの演技なんだけど、お話のテンポの良さと相まって、結構見れちゃうんだよね。ただやや説明を後回しにしていて、事件の流れがつかみにくい感じはあったかな。まだ登場していない女性キャラの個人名が出てきて、どうもその女性と登場してる男性キャラとの間で、恋愛トラブルがあったっぽくて、挙句女性が睡眠薬を服用で、なことがあったらしいんだけど、それを全部、事情を知ってるキャラ同士の会話で断片的にしか語ってくれないから、いまいち事件の概要がつかみづらいし、お嬢様が正体を隠して警視庁刑事をしてるという美味しいであろう部分の開示が、ちょっと雑に扱われてるような気がして、もったいない気もした。でもこの作品、お嬢様ではなくて、執事さんが主人公らしいですから、2話まで様子見じゃないですかね。あとこれは個別にレビュー動画を上げてるけど、履いてください。高峰さんとある魔女が死ぬまで、和文句なしにおすすめできると思ってる。まだ1話段階なので、前言を翻す可能性はありますけど、参考までに。春アニメもまだまだ始まったばかりですから、来週もたくさん新作が始まりますね。追い切れるか今から不安だよ。皆さんの感想やご意見ぜひお待ちしております。このアニメも面白かった、などの意見をぜひお寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは次回の4月2週目のアニメレビューにご期待ください。
チャンネル登録もお願いします。